今の時代ってこのパンが美味しいから行ってみたいとかじゃなくって、この人が作ってる商品だからそこのお店に行ってみたい。大変なところにいつも目を向けて大変だ大変だってやって、その仕事がせっかく好きだった仕事が嫌いになるぐらいだったら、思い切って次のステップに行っちゃった方がいい。もういなきゃいけない存在。彼と私って2人で1つ。ああ、まゆみさんが好きだからですね。やっぱもう昔から。ストレートですけど、本当にもうそれだけです。好きだから一緒にいるし、一番先に考える。でもその代わりやってしまったらもっと頑張らなきゃいけないよっていう、その体力的精神的とかじゃなくって、もっとその自分のパンを売り込む。ああ、この仕事やっててよかったなって本当に思う。粉米で仕切ってた女の子が今広島店に行ってるんですよ。すごい緊張したんでいう話を。美味しいですよ。お風呂も一緒だし、寝るのも一緒だし、とにかく一緒なんですよ。もう24時間とにかく一緒。24時間じゃないな。マイナストイレ時間ぐらい。もう僕はもともと本店なんですよ。一発目なんで。はい。そうですね。いっぱい書いてある白いごまかなんかがついた。うん。それがね、すごい美味しかったっつって、だってまた作ってもらおうかなと思ったんやけど。雇用保険とかも何もなくて、はい。時給付費を支給すればもうそうです。はい。わかりました。ございました。おはようございます。これちょっと。ありがとうございます。すみません。今から見たんです。どうしようかな。これこの茎ない方がいいよね。アルプス乙女っていう品種なんです。ちっちゃい。そうパンにこうスライスしてパンに乗せたりとか、あとこれりんご飴とかにするのにすごくいいサイズなんですよ。出会いが17歳の19歳なんですよ。で、17歳の高校生の時に au ショップで働いてた、携帯屋で。で、僕そこの最寄りの駅で通学で降りてたんですよ。高校生。同級生が、可愛い子いるから、携帯屋いるけど行こうよ、みたいな感じで行って、もうそれで一目惚れして、そこからもう毎日通って、本当に。
です。うん、やっぱ噛んでると甘い。うん。これ昨日撮ったやつ。かわいいでしょ。コンポートにして、こっちはお砂糖とシナモンで煮ました。で今日マフィンにします。でもせっかくだからちょっと試しに使ってみたいですよね。取ったばっかりだし。天然酵母はレーズンです。ちょっとこれ違うね、向こうとは違うねって、やっぱこっちに来てくれたお客さんとかは若干の違いは分かるみたい。塩パンとかも全然違うんで、はい。スペインにホームステイさせてもらったところのお母さんが本当になんか手作りのパンを作っていて、でそれを初めてこう手作り焼きたてのパンを食べた時にふわーってパンめっちゃ美味しいと思って感動して、でそっからちょっと作り方とかを教わりながらハマってった感じなんですけど、でそれをなんか人に教えたいっていう風になったんですよ。でなんか「先生近くにパン屋さん出してくださいよ」みたいな、それから自分のパンをちょっと販売したいなと思って1店舗目ですね、ポイス123が見つかって始めたって感じです。きっちりかっちりもうここ原価削ってとかやってたらいいもの作れない気がします。なんか全部が全部削って作ろうと思ったらやっぱしょぼくなっちゃうし、なんかね、やっぱりリンゴだって相手農家さんのところを一定少々高くても使いたいじゃないですか、やっぱり。これどうやったらなんかみんな見てくれるようになるのかなって、まず認知が大事じゃないですか。だから自分が毎日作ってるご飯をちょっと時間かかるけど早送りしてそれを毎日投稿で上げてみようって思ったんですよ。そしたらその動画がブワーンってもうすごい再生回数回っちゃって、それから一気にブワーって10万人ぐらい増えたんですよ。でそれからなんか山口県のパン屋さんフォロワー多いみたいで有名になったって感じです。今の時代ってこのパンが美味しいから行ってみたいとかじゃなくって、この人が作ってる商品だからそこのお店に行ってみたいっていう感じじゃないですか。もうね今 SNS っていうねすごくいいものがあるんだから、そこを使って自分を知ってもらって、私みたいな人間がパン屋やってます、こういうパン作ってますよって食べてくださいって言ったら、私を見てこの人面白いなちょっと行ってみようってね思って来てもらえる時代じゃないですか。
な仕事をしてるっていう目の前のことを片付けていったりとかするんじゃなくて、なんかもっと視野を広げて、なんかいろんなパン屋さんをやっぱり見て仲良くなってコミュニケーション取って、パン業界の常識にもついていかなきゃいけないし、どんどん技術も進化してるし、お客様の好みとかも変わってきてるし、なんか今に合ったパンを作っていかないと、お客さんもあそこのパン食べてみようって思ってもらえないんじゃないかなと思って、だから自分はとにかく学び続ける。でそれを発信し続ける。もういなきゃいけない存在っていうか、彼と私って2人で1つだと思ってるんですよ。だからどっちが欠けてもやっぱり会社もうまくいかないと思うし。全然寝れてなかった。いわゆるあれですよ、パン屋さんあるある。だから朝5時から24時まで勤務やってる。ああ、まゆみさんが好きだからですね、やっぱもう昔から。ストレートですけど、本当にもうそれだけです。好きだから一緒にいるし、一番先に考えるって思うので。うんうん。ちょっと量作るんで、一人一人がもう必死にこらしていかなきゃ追いつかない。家に帰りたくても帰れないっていう。こっちにアパート借りてます。私も一番初めこのパン屋さんやる前って自宅でパン教室しながらカフェもやってでパン屋さんもやってたんですよ。本当にワンオペってめちゃくちゃ大変で寝る暇もなかったんですよ。自分がやりたいって思ってたことと現実が全然かけ離れてて、あまりの大変さになんかやりたかったことがちょっと嫌になってきちゃってて、その頃はですね、寝る暇もない、子育てもしなきゃいけない、家のこともしなきゃいけない、学校のこともしなきゃいけない、料理も作らなきゃいけない、お客さん迎えなきゃいけないって、もう全部が全部自分で抱えてたんで。だけど多分今って個人でそういうなんか開業されて自宅でパン屋さんやってるとかって結構いらっしゃると思うんですね。なんかその方たちになんか必死に頑張らなくていいよって言ってあげたい。もっと楽しんで自分の好きなように好きなことやっていいんだよって言ってあげたいです。なんか頑張りすぎちゃうとやっぱ疲弊しちゃう。心も体も疲れてて、なんか好きなことが好きじゃなくなってくる。でもなんか誰かに頼るっていうことをするとかなり楽になりました。だけどそれでもうもうきつい、もう心が病んで無理だなって思うんだったら無理に頑張る必要ないし、もしそっから先に進みたいって思うんだったらもう一歩踏み出して行っちゃえばいいんですよ、次の世界に。だから私はその一人でやってた自宅のお店を辞めて新しく1213に行って思いっきりましたけどね。でそこでスタッフと一緒に働くようになったらスタッフにも頼れるし、で大輔さんもそのサラリーマンを辞めて一緒に働くこともできるようになったし、なんかその大変なところにいつも目を向けて大変だ大変だってやって、その仕事がせっかく好きだった仕事が嫌いになるぐらいだったら思い切って次のステップに行っちゃった方がいいって思うんですよ。やってしまえばその大変だったことも人に頼ることもできるし気持ちが楽になるし、でもその代わりやってしまったら
もっとなんだろう頑張らなきゃいけないよっていう、その体力的精神的とかじゃなくって、もっとその自分のパンを売り込むっていうことをしていかなきゃいけないよっていうふうには思いますけどね。せっかく働くんだったら笑顔で働いてほしいし、なんかそういう楽しいとか嬉しいとかっていうことって全部ストレートに私パンに出ちゃうと思うんですよ。だからお客さんが本当に言われるのが、結構ポイスさんのパンって心がこもってるよねとか、いつもキラキラしてるよねとか、本当に自分が見てもそう思うんですよ。なんかすごい楽しそうに作ったパンってやっぱり美味しそうだし、なんかそういうみんなが楽しそうに作ってくれたものだから、うちのパンが美味しいって言ってもらえるのかなと思って、やっぱり一番なんかこう嬉しいなとか幸せだなって思える瞬間って、お客さんとやっぱりこう会話しながら、このパン美味しかったよとか、また来たよとか、いつも美味しいねとか言ってもらえると、この仕事やっててよかったなって本当に思います。